はい、こんにちは。今日は宮崎県西都市にある寒川集落に向かいたいと思います。前回訪れた時に寒川天神社を見過ごしてしまったので、今回再びやってきました。前回同様、晴天に恵まれておりまして、時期もね、ほぼ3日4日しか変わりません。今日が1月6日なのでね、ほぼ2日3日ぐらいしか変わりません。それでは寒川集落を見に行きましょう。前回はねここから歩いて行ったんですけど、今回は車で進んでいきたいと思います。それでは向かっていきます。ここを右に曲がると行けるんですけど、これは1回では無理だね。ちょっとしくじったかな。この位置からじゃ難しい。この辺で切り返そう。おそらく車で問題なく進めると思います。では進んでいきます。落石も少ないことを願っております。これは1回で切り返せるのか。無茶じゃない。これ無理だ。1回で切り返し無理だ。でも落石あるか。はい、それでは Google Earth でまずは場所の方を見ていきましょう。落石はないと思うけど、車が通った跡があるので多分大丈夫だとは思うけど、歩いていくと割と距離があるんでね、車で行った方がいいです。わー、でも落石がすごいですね。両サイドに避けてあるからいいけど、でもかなり過酷な場所を走ってきたから、この程度なら全然余裕。だけど慎重に行かないとね。でも鋭利な落石があるよ。これぐらいなら余裕ですね。ただ枯葉に鋭利な石が、尖った石が紛れ込んでる可能性があるからね、気をつけないといけないよね。すでにスペア使ったから結構やばいかもしれない。落石はあるにはあるね。やっぱり
没してるわ。この程度ならまあなんとかなるか。スペアがないと不安ですねこれ。うわ、前回よりひどくなってるねこれね、多分。これ大変ですよ。これ1回で登りいけるか。うわ、眩しい。まあ無理ではないか。慎重に行かないとね。うわ、落石はあるね、確かに。落石がポツポツ転がってる。そこまでひどいわけじゃないけど。だいぶ避けられてる方ではある。やばっ、これはやばいかもしれない。あ、これやばいね。これでパンクしたらこんな山の中までレッカーが来るんか分からんけど、無理だから歩いていくべきだったか。行ったのかいけるのかこれは。無事に行ったか。これはねやばいね。パンクさえしなければいいけど歩いていくべきだったか。前回同様。やばいなこれ。引き返そうにも引き返せないぞ。うわ、ひどいなこれはこれで。落石がもう無理かこれ。これ無理だわ。これは無理だわ。あそこに木がある。絶対無理。ここはストップだ。無理だ。ストップストップ。完全にストップ。はい、前回同様歩いて進んでいきます。ここからはもう車が通れないので
歩いて進んでいきます。さすがに倒木と落石は通れないです。特にね、落石が大変だったので、倒木もダメか。あれはさすがに無理だ。これは無理ですね、普通に考えて。この落石を通ったとしても、さすがにこの倒木もきついですね。ほんと落石によって廃車になったっていうのもわかる気がする。これは落石で廃車になるよ、確かに。多分とても大きい岩石が落ちてきたんでしょうね。どっちにしても無理だ。これは廃車になるわ。こんなんが落ち、土砂崩れ起こしたらやばすぎるでしょこれ。こんなの通れるわけがない。
はい、再び寒川集落にやってきました。前回見過ごしてしまった寒川天神社も含めて集落を巡っていきましょう。一旦ちょっと休憩してから撮影の方挑みたいと思います。はい、それでは寒川集落を見ていきましょう。まずはこの階段から上がっていきます。はい、前回同様、まずは右側ですね。すでに建物は残っておりません。跡が木枠が残ってるくらいですね。そして反対側に未だ残ってる建物があります。ではまっすぐ進んでいきます。階段を上るとまた建物があります。前回とあんまり変わってないですね。木材というか柱戸が残っているぐらいでしょうか。とトタンの小屋ですね。そしてもう一段登ると右側に神社が見えてきます。いや、素晴らしいですね。これだけの遺構がきれいに残っているというのも。かつてはもののけ姫を歌ったメラさんの両親もここに住んでたそうなんですが、はい、神社があります。かつてここで集落の人々がお参りされていた動画がありましたね。はい。この神社には確か雨の穂日の命と菅原の道真公とちょっと思い出せないですけど、大山積の神様だったと思うんですけどが祀られておりました。これは前回と五兵が変わってない気がする。新しくなったのかと思ったけど、人は来られてないみたいですね。前回と変わらないということは誰も来ていないということですね。管理はされておりません。では今度はこの先に進んでいきましょうか。最上部にはすでに倒壊してしまった校舎が残っております。ここにもね、家が残っております。ではさらに階段を上っていきます。先にこの右側を見てみましょうか。ここは最後の住人の方が住んでいた家屋になります。これは花壇ですね。
中田さんという方が住まわれておりまして、最後の住人として未だ写真も残っておりますけど、はい、最後の住人の方ですね。この辺りから神社の方に通じているみたいなんですが、もう少し登って最上部から進んでいきましょうか。のれんとかもね残ってるんで、あと表彰とか、失礼しました。一応裏も見てみますか。失礼します。このような感じですね。静寂が漂ってます。静寂というより、鳥のさえずりは聞こえるんですけど、なんか玄関に飾りそうなインテリアがある。では次は学校跡を見に行きましょう。かつてこの学校では運動会も行われていたみたいです。前回の映像でも映ってましたね。ここで運動会が行われてにぎわっていた人々が映っていたのが、こちらが校庭になります。この校庭の右側から神社に通じている場所があるみたいです。さて、前回同様大木があります。ちょっと比較してみましょうか。もう前回も比較したからあれなんだけど、大木です。手がこれですからね。で、何の木か分からなくて誰か答えてくださってたんですけど、葉っぱがねないんですよね。上部しか生えてないから、長細いじゃない、こっちじゃない。どうなんだろう。何の木だろうね。さて、先に校舎を見てから神社の方に行ってみましょうか。はい、ここに碑があります。寒川小学校の後、斉藤市立斉藤市長と書いてあります。中竹茂美署。で、ここがなんかいろいろ掲示板的な役割だったと思うんですけど、そしてここには効果があったみたいですね。だけどすでに朽ちて
無残な姿となっております。では校舎の方に行きましょうか。と像がありますね。題材は姉妹1966かなと書いてあります。子供を背負っております。ここにはアシュラ像と書いてあります。これは1972年ですね。三面にアシュラの顔が施されています。これが校舎ですね。何年か前までは建ってたみたいですけど、すでに倒壊してしまったようです。前回よりも潰れてる？どうなんだろう。前回と比べてどうなんでしょうね、これ。結構大きいですよね。そしてあそこには便器があります。こっちは何だろうね。こっちはなんだろう。円筒はあるけど。ここまででしょうね。ここまでです。で、これが校舎ですね。確かね、この石垣のあたりに階段があったんですけど、もう一段下かな。下ですね。ということで、これから前回見つけられなかった寒川天神社に向かいたいと思います。先ほどの碑の裏には、明治9年1月20日創立以降102年経過したが、昭和52年度に至り、児童生徒数激減のため自然廃校となる。ここに寒川孔明を永久に記念するために碑を建立する。昭和53年3月25日と書いてあります。ではね、神社へ向かっていきましょう。この校庭の右から通じているはず。多分あると思うんだけど、映像ではここで運動会が行われていた部分が映ってましたね。
確かにこっち側なんか綺麗ですね。まあ使われなくなってから花壇かなんかで手入れされたのかちょっと思い出せないんですけど。これでしょ。確かに道らしき場所があるけど、これだろうか。ここから登っていけるみたいですね。では進んでいきましょう。枝分かれしておりますが、ここ右側にはお墓があるみたいですね。竿石がないですけど、ここにあります。城代と竿石ですかね、これが。この辺にも散らばってるけど、失礼します。あ、ここにも観音様というか地蔵があります。法暦10って書いてあるね。辰の年天で見えますね。枝分かれした道がありますね、ポツポツ。失礼します。ここら辺も墓地ですね。どうやら右も左も全部墓地っぽいです。失礼します。ここの碑には、墓石には明治37年と書いてありますですね。この辺に石碑が、石碑じゃない、墓石があります。かなりこっちまで続いてますね。向こうの方までありますね。あっちとこの上にもすっごい転がってる。すでに消えつつあるものがたくさんある。もう枯れ葉でね埋まって見えなくなっているものが多い。一応元の位置に戻っていきましょうか。失礼。至る所にありますね、墓が。多分上の方に行くほど古いのかな。台座だけは残ってる。この下とかもやっぱりあるね。一応元の道に戻っていきます。
全体的に墓はここから右側ですね。縦札があるけど、これは何を指し示してるんだろう。あ、電線か。電柱じゃなくて、鉄塔だ。鉄塔を示してるんだ、これ。あそこ。でもね、鉄塔の方向じゃなくて神社はこっちなんですよね。見つけましたよ。さあ、これが寒川天神社の鳥居になります。さあ、ここでお手水をして進みましょうか。あ、こっちにもある。お手水して。はい。ここには水路記念碑と書かれてあります。いろいろ公費などが書かれてあります。携わった人たちとか。あ、後ろに書いてある碑が。あの階段を登った先に神社があるようです。
さあ、やってきました。これが寒川天神社のようです。はじめまして。寒川天神社の神様。天神社ということは、菅原の道真公を祀っているのでしょう。お賽銭持ってきてないや。いや、素晴らしいな。まだ残っていてくださったことが嬉しい。うわ、すっごいな。拝殿も本殿も共に残ってる。一旦一周してみましょうか。前回見つけられなかったんでね、今回見つけられてよかったです。うわ、なかなかいいですよ。はい。ということで参拝はいたしましょうか。この辺はだいぶ朽ち果ててますけど、これが灯籠のようですね。素晴らしいですね。笹かな、これは。はい、帰るまでには梅の門が施されています。彫刻とね、ドラもあるみたいですね。あそこ真ん中に何かあるけど気になるけどいいか。ではね、参拝して進んでいきます。寒川天神社に静まります神々様、やさかましますい、やさかまします。ということでね、一旦校庭の方まで降りていきましょう。降りていく前にこの建物も見てみたいと思います。こっちにもね、何かが祀られていたようですね。なんだろうね。神棚はあるけど、なんだろうね。何かの末社が祀られていたのか、拙者か。という感じでしょうか。では、今度こそ降りていきます。
はい。校庭、学校跡まで戻ってきました。神社を見終わったからといって、切ってはダメですよ。なんかもう、終わりの感じがしますけど、まだね、全体を見ていってないので、戻っていきましょう。この階段を降りていきます。両サイドには、犬と鹿が設置されています。ではこの階段を降りていきます。もう前回ね、すでに見た方もいると思うんですけど、丁寧に撮影していくんでね、今回ぜひ見ていってほしいです。はい。左にはソテツがありますね。まだ生きてる、実は。そして前回同様に家屋が残っております。あと 4,5 年は保つんじゃないかな、保てるんじゃないかなって感じがしますけど、はい。で、これが神社の裏側ですね。では降りていきます。先ほど神社の方は見ましたね。で、この左に行くとまた最初の場所に戻るんですけど、こっち側を見てないのでこの先に行きます。立派な石垣がありますね。何段、2段、3段ありますね。ここにはこの先離合場所ありとか、なんか縦札があるけど、何だったかな、ここ。これがプール跡ですね。多分プール跡だと思う。これプール跡です。石垣が立派。シダがすごく繁茂してる。ね、石垣が立派なんですよね。左側にも何か遺構があるよ。これもプールアート一部でしょう。いや、石垣が立派だ。さて、じゃあもう一段降りていきます。降りていく前にね、石垣を見てみましょうか。ここから登って学校に行けるようです。これ前回もやったような気がするけど、こんな感じでね、階段があるみたい。ではね、今度こそ
降りていきます。この上よく見ると電線がありますね。向こうまで続いてる。ああ、電柱あるね。では下っていきます。この左にもね、建物があったみたいですけども、白で全然見えなくなってます。これですね。こっちに母屋あったんでしょうね。確かね、こっから一段下かな、奥があったと思うんですよね。ここにもね、建物跡ですね。さっき少し見ましたけど、遺構が残ってます。で、これですね。結構綺麗に残ってる家屋は。こんな感じでしょうか。でも結構綺麗ですね、こう見ると。でもこの自然に囲まれた集落で暮らすのも悪くなさそうですけどね。ちょっと山奥すぎる気はするけど。こっちにもかなり大きい木がありますね。上部と同じっぽいけど、葉が落ちてるからわからないよ。で、浴槽があって、ガラスが割れております。この軒の返しがいいですよね。なかなか見かけないんですよね、山口県では。冷蔵庫開いてるし。風呂場でしょうか、タイル張り。現代的な風呂ですね。メーターという感じでしょうか。ちょっとね、行ってない場所が一箇所あります。多分ね、この先かな。この先があるんですよね。ここには登り口がありますね。ここを登っていけるようになってます。おそらくもう少し先かな。確かね、遺構が残ってたんですよね。これはどっちだろう。なんかあるけど、貯水槽みたいなのが。でも石垣はすごいですね、これ。すごい素晴らしいけど。一旦戻ろうか。はい、
入り口に戻ってきました。それでは今度は左側に進んでいきましょう。この家は半壊しておりますね。前回も確か半壊しておりましたよね。ちょっと思い出せないんですけど、建物が半壊しております。確かね、前回も半壊していたと思うんですけど、明るくて見えない。で、この右側にはなんか建ってた跡がありますね。じゃあさらに先に進んでいきます。こっちから見るとこんな感じになってる。で、ここのね、上部を見ると石垣がすごい綺麗なんですよね。これ階段があるんですけど、ここから上部を見るとね、この石垣すごい綺麗じゃないですか。至る所に階段ができてて、すっごい探検できそう。ちょっとね、一旦こっち側行ってみますか。確かこの辺りに屋敷跡があったはずなんだけど、一段戻って下だ。一旦戻りますね、元の位置に。はい、それでは進んでいきましょう。ここに入り口があって、この先に建物が残っております。前回同様残ってますね。確か中はもぬけの殻だったと思うんですけど。はい、このような感じになってるみたいです。こんな感じでしょうか。で、もう一段下にね、建物群が残ってます。この一段下、来る時に分岐があったと思うんですけど、そこの下がですね、これから戻っていって、下の方も見ていきましょう。とりあえず入り口付近まで戻っていきます。
はい、入り口に戻ってきました。ではこれから一段下降りていきましょう。かつてはこの左側にも家屋があったようです。ここにブロックの階段があります。こっち側にはね建物があったみたいです。このように階段が残っております。だけどもうそれらしいものがなさそうですね。ここは何かあった跡がありますね。多分倉庫か小屋かな、それから車止める場所かな。確かそんな感じだったと思うんですけど、ちょっと思い出せない。確かこの辺もね建物群があったはずなんですよね。ところどころ登る階段がありますけど、なんか車置き場っぽいですね。これは屋敷跡っぽいですけど、物がかなり散乱してます。ですね。で、確かね、ここだったと思うんですよね、入り口が。確かこの下に下っていくといくつかの建物が残ってるんですよね。全て見つけられるかわからないですけど、見ていきたいと思います。一応ね
道はアスファルト舗装されています。草で隠れて見えないんですけど、アスファルトで舗装されてます。ということはこの下まで車灯が行ってたってことか。痛いな、瓦礫が。この左側に倒壊した跡があります。で、右側石垣かな。かなり岩がゴロゴロしてるけど、とりあえず下っていきます。うわ、下までずっとアスファルト舗装されてますね。でもここに住んでたら本当土砂崩れとか岩が落ちてくるから生活するには大変そうですね。来るまでも大変だったけど、やっぱり行き来するのに整備が大変だったんでしょうね。故に陳述書を書いて、住まいを下に移したみたいですけど、それで集団移転されましたね。一旦下って左行きましょう。この大岩があるところから左。この左側にさっき倒壊した家屋がありましたね。あれです。でもね、すごいのがこの下までね、アスファルト舗装されてるんですよね。ここ危なっ。これです。アスファルト舗装されております。ちょっと待って。ということはここまで車かなんか来れたってことなんかね。結構大きいですね。すごいな。でもすごいな。かなり広いですね、ここ。向こうの方まであるもん。向こうまであるね。すっごい広い。確かね、覚えてる限りでは前回この辺でお化けがあるとか言った覚えがあるんですけど、あれじゃない？あそこに見えてるのが前回言ったお化けじゃない？ちょっと何の木か知らないんですけど、前回ね、お化けとか言っていた木があそこにあります。あの下側。では戻っていかずにこのアスファルト舗装された下に行ってみましょうか。お化けがある下に。すごいなこれ。どこからつながってるのか分かりづらいですね。地面から木が生えてるせいで位置が把握できない。
これもなんか屋敷跡っぽいですけど、瓦が積み重ねてある。だけど何もない。やっぱり上部に戻っていきましょう。先ほどの道に戻っていきましょうか。